この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますので、お待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。先日、こんなフォルダーを発見しました。このフォルダー、名前がね、1999年って書いてありますね。ということはですね、僕が16歳の時、高校2年生の時に描いた絵が入っているんですね。ちょっとね、中身を見るのが怖いんですけど、今回はですね、このフォルダーの中身の絵を紹介しつつ、その中から1枚選んで、22年後の今、高校生の時のイラストをリメイクしたらどうなるのかというチャレンジをね、していきたいと思います。うわー、なんかね、このフォルダーの中身見るのが何よりもドキドキしますね。はい、早速行ってみましょう。はい。これね、めちゃくちゃ懐かしいです。ですね、これは高校生の時に同級生だった渡辺くんを描いた絵ですね。ちょっとね、なんで裸なのかは覚えてないんですけど、まあ多分、服を描くのがめんどくさかったんじゃないでしょうかね。いや、にしてもひどいですね、これ。目とかやばくないですか、これ。いや、でも僕の記憶の中では渡辺くんに結構似てるんですけど、僕ですね、なんていうかこう、人の似顔絵を嫌な感じに描くのがすごく得意なんですよね。なのでですね、いろいろな人の似顔絵をこんな風に嫌な感じに描いて怒られるみたいなことを繰り返していた記憶があります。多分この絵もですね、渡辺くん本人に見せて、本人は笑ってくれたような記憶がありますね。まあ、笑ってくれたって言っても苦笑いだったような気がしますけどね。せめてね、服は描いた方が良かったなって反省してます。ちょっと22年越しになっちゃうんですけど、この場を借りて渡辺くんに謝りたいと思います。渡辺くん、すいませんでした。はい、次の絵はですね、絵はまあ割とまともな気がしますが、これタイトルが本当に謎なんですよね。アルファベットで山田って書いてあるんですけど、きっと山田さんっていう名前なんでしょうね、この人。で、この絵のポイントは、このボロボロのマフラーなんですけど、この頃の僕ですね、田島翔宇先生のまだらの影響で、とりあえずボロボロの布をキャラクターに巻きつけとけばかっこよくなるって思い込んでいた時期でして、各キャラ、大体のキャラがですね、こんな風にボロボロの布をまとっております。この山田くんもですね、例に漏れずボロボロの布をまとって得意顔ですね。自分で説明しといて結構恥ずかしいです。これはまた結構絵柄違いますね。ちょっと可愛らしい感じになったというか、でもなんかうっすら描いた記憶はありますね。ポイントなのはこのドラゴンの羽。でっかい翼じゃなくて、代わりにこれ、スーパーマリオに出てくるパタパタについてるこのちっちゃい羽みたいな、本体のごつさに比べてちっちゃいのついてますね。これ絶対役に立たないと思うんですけど、まあ、意外に可愛いので許してやってください。あとはキャラクターなんですけど、なんかね、今こんな風にして皆さんにイラストのコツみたいなことをお話ししている僕ですけど、なんかね、こんな時代もあったのかっていうのを見ると、なんかこう、勇気というか希望というか湧いてきませんか？細かいところに突っ込んでいくと、全ての箇所について突っ込めるような気がしてくるんですけど、まあ、あえて一箇所突っ込むとしたら、例に漏れず、またボロボロの布をまとっているところでしょうか。恥ずかしい。はい。まだちょっと作品開く前なんですけど、このファイル名、タイトルがね、もうすでに海の見える街ってね、いやなんか嫌な予感しかしないんですけど、まあでも意を決して開いてみましょう。ポチッ。やだ。ちょっと待って。やばい。これ飛ばしていいですか？いや、さすがに恥ずかしすぎるんだけど。いや、なんかちょっとごめんなさい。動揺でちょっと呼吸が荒くなってしまいました。いや、まあでもせっかくだからもう一回見てみますか。ポチ。はい。いや、まあ確かに海ですね。いや、まあ海はいいんですけど、これ人間がこれ、体型が完全に進撃の巨人に出てくる巨人体型ですね。っていうか、この巨人いた気がしますね、実際に。タバコを吸う巨人をじっと見つめる、セサミストリートのバートニの男、みたいな。タバコ美味しいみたいな無邪気な視線を送ってますね。なんか変な汗出てきました。次行きましょう。ごめんなさい。これ、絵じゃなかったですね。これはですね、高校生の時の僕の写真です。確かですね、デジカメを初めて買ったので、それを使って自分の証明写真を撮ったやつです。確か、ファミリーマートでバイトしてたんですよ、この頃。そのバイトの面接に持っていく履歴書に貼った写真ですね、これは。いや、でもさすがに膨れっ面すぎでしょ、これ。いや、一応ですね、面接通ったんですけど、さすがに書類選考通らなくないですか、この写真じゃ。いや、もうちょっとニコニコしろよってね、今の僕だ
だったら彼にそう突っ込むと思います。さあ、次行きましょう。いやもうなんかだんだんとファイルを開くのが怖くなってきたんですけど、次のファイルはこれですね。名前が白髪の美少女。あ、美少女ね。まあ、美少女って言い切ってますから、これはまあさっきよりも安心して見れますね。ちょっとね、この辺で箸休めがないと気持ちが続かないですから、ちょっとこの辺でね、目の保養をしておきましょう。ポチ。ちょっと待って。美少女なのこれは。いや、美を抜いたとしても、少女なのかすら怪しくないですかこれ。ってないですかってね、僕が描いたんですけどね、このイラスト。いや、もう本当に記憶がないですね。なんか美少女イラストっていうよりかは、どっちかっていうとホラーに近いような気がしますね。なんか顔と口のバランスがなんていうか、袋うなぎに似てるっていうか、目も黒目と白目反転してますからね、これ。怖すぎる。いやもう美少女の要素を探すのが難しいですね。あとちょっと僕、発見しちゃったんですけど、この人もバッチリボロボロの布まとってますね。はい。これでどれだけ僕がボロボロの布好きだったのかお分かりいただけると思います。いや、さすがにアウトでしょ、これ。いや、というか、なんでこれ書いたのか動機がよくわからないんですけど、これ見せていいのかなちょっとやばい部分だけ隠してお見せするんですけど、はい、これです。いや、何やら真剣な顔のおっさんのイラストじゃないですか。いや、これ、今黒く隠してるんですけど、これね、服何も着てないんですよ。服何も着てないすっぱだかの状態で、ドカッと畳の上に座ってるんですね。はい。なので、当然すっぱだかなんですけど、さすがにね、書いた理由がちょっとこれわかんないですね。なんだろうこれ。何なんだろう。いや、高校生の時の僕に問いただしたいです、このイラストは。いや、もうほんとね、せめてボロボロの布でいいから身にまとえよって言いたくなりますね、これは。はい。ということで、僕にとってめちゃくちゃ心臓に悪いスタートだったんですけど、ここからですね、今紹介したものの中から一つ選んでリメイクしていきたいと思います。どれにしようかな。さすがにね、最後のおっさんはないとして、まあでも、個人的に気になるのは、この白髪の美少女ですかね。美少女って言っといて美少女にする気ゼロですからね、この作品。ちょっとこの子かわいそすぎでしょっていう風に思ったので、この子をなんとか救ってあげたいなっていう風に思いました。ここからリメイクやっていってみましょう。はい。まず最初に直したいのは、なんといっても口ですかね。口がね、かなり下の方についているのと、あと切れ込みがでかいのでね、そのバランスも相まって、なんとなく袋うなぎみたいな感じに見えてるんですけど、でまあそれは言い過ぎですけどね、そのバランスを整えていきたいですね。口を小さくして上に持ってきて形を整えます。で次に目ですね。目もね、白目の部分が黒くて黒目の部分が白なので、もう完全に見た目がやばい人になっちゃってるんですけど、これをね修正していきます。修正前は全体的にかなり地味な色合いだったので、リメイクではカラフルな感じも追加していきたいなと思っております。手始めに目もね、こんな風にミステリアスな紫色に変更してみましょう。少しだけ大きさも調整して瞳も大きくしてみます。でさらに耳ですね。耳もね、結構描き方が適当すぎて、この描き飛ばし方も相まってなんかこうグロテスクな感じというかアンデッドっぽくなっちゃってたのでね、その辺を気をつけつつ形を整えていって人間の耳に戻してあげましょう。ちょっと赤みを加えることで正気を取り戻していった感じありますね。よしよし、この調子。いやー、それにしてもこの画面についた質感を見るとね、この絵、ペインターっていうソフトで描いたんですけど、このペインターっていうソフト、イラストレーターの寺田克也さんがメインで使ってまして、その寺田克也さんに憧れて、自分もああいうイラスト描くんだってね、キラキラした気持ちでイラストを描いていた気持ちを思い出しますね。まあイラスト自体は全然キラキラしていなくて、ご覧のように土系色だったわけなんですけど、まあそれはいいでしょう。で、髪の毛なんですが、前側にふわーっと流れていってるんですけど、ちょっと頭蓋骨の形を意識してなかったみたいで、前の方の頭が大きい人みたいな感じになっちゃってるので、その辺を意識しつつ髪の毛を整えていってみましょう。なんかこの子ショートヘアが似合いそうなので切っちゃおうかな。切っちゃいましょう。ちょっと自分の作品なのでね、この辺は好き勝手しちゃいますね。あ、ほらかわいい。やっぱりね、ショートが似合うと思ったんですよ、この子は。でここからさらにカラフルにしていくためにですね、ボロボロの布を描いていき
きます。でね、16歳から何も進化していないんじゃないかって思われるかもしれませんが、いやいや、そこはですね、ちゃんと進化しています。今回はカラフルさ、彩りを絵に追加していくっていうのがテーマですから、元は地味というか、土系色のボロ切れだったものを鮮やかな赤い布にしていきたいと思います。やっぱりね、褐色の肌には鮮やかな赤、すごく映えますね。美しい。画面奥にもね、ブワーっとはためいたような布を追加して、画面全体が赤い印象になるように色を構成していきます。ちょっと無意識だったんですけど、ここで少し垂れ目だった目をつり目に修正しました。修正前もつり目だったんですけど、今も昔も目つきが若干きつい女の人が好きっていう部分はあまり変化していないっていうことなんでしょうかね。さらにここから布のカラフルさをアップしていきましょう。イメージとしてはモザンビークあたりでカプラナって呼ばれているカラフルな布があるんですけど、そういう色とりどりの柄がついた布のマントを羽織っているようなイメージですね。布地の赤を際立たせていくために補色の緑を積極的に使いながら色をぶつけていっちゃいます。この作業どんどんカラフルになっていくので目が楽しくて結構夢中になっちゃいますね。ところどころあえて彩度を抑えたグレーに近い色も置いていくことでよりカラフルさを際立たせていくことができるのもポイントの一つです。はい、ここから仕上げに入っていきましょう。まず髪の毛ですが、髪の毛真っ白なのでこれ以上ハイライトなど入れようがないのでですね、逆に少し暗い色で髪の毛の流れを描いていくことによって髪の毛の艶めいた光を浮き立たせていきます。そして最後に目の描き込みですね。結構まつげバシバシにしちゃったんですが、この辺の描き込みで細部を詰めていき絵の完成度を上げていきます。目の周りは特に細かい描き込みが生きてくる部分ですから、光が当たって艶めいている感じとかできるだけ細かく描いていくとインパクトがグッとアップしますね。さあ、布の立体感とか布のカラフルさに埋もれないように少女の輪郭を強調していったら、はい、16歳のイラストを22年後の今リメイクしてみた完成です。いやー、見比べてみましょう。もはや別物ですらあるんですけど、でもですね、この元のイラストがなければこのリメイク後のイラストもできることがなかったと思うので、そういう意味では立派なリメイク作品と言えるのではないでしょうか。いやー、それにしてもですね、22年も経つと、当然といえば当然ですけど、イラストの好みもここまで変わるのかっていうぐらい変わるもんですね。皆さんもぜひ昔の作品が残っていたとしたら、こんな風に昔の自分と今の自分比較して楽しむっていう意味でもリメイク作品ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。それと実はですね、今回のように昔の作品のリメイク動画他にもありまして、黒歴史16年前のイラストをリメイクします。こちらもですね、昔描いたイラストを解説しながらリメイクしていった動画です。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。